こんにちは。今回は、日産キックスの2025モデルがフルモデルチェンジで登場したので、紹介していきます。それでは行きます。Now loading。3月24日にニューヨークのバークレイズセンターにて、新型キックスが登場したようです。日産の公式ホームページでも、正式に発表されています。おそらく、日本国内でも発売されるの可能性が高いため、どんな車なのか見てきましょう。まず、車両サイズから見ていくと、全長 4360mm、全幅 1800mm、全高 1630mm のようで、現モデルのキックスから、サイズアップしています。現行と比較をしてみると、いくつか違いが見られますね。まず、地上最抵抗が高くなっている点ですね。新型の方が乗降性は良くなると思いますが、逆に乗り込んだ際に、天井と頭のスペースがあまり取れなくなるかもしれないです。新型モデルの全高は 1630mm、現行モデルは 1605mm なので、多少全高もアップしているものの、運転席に座った際に、狭く感じないかが気になりますね。また、全長が長くなっていて、ラゲッジスペースも広くなっていますね。新型は 4360mm で、現行は 4290mm なので、およそ 70mm 新型の方が全長が長く、また、バックドアの上部の傾斜が新型の方が急になっていて、ラゲッジ上部も広そうです。また、車幅も現行より新型は 40mm ほど大きいようですね。その他の車種とも比較をしてみると、こんな感じになります。サイズが同じような車種で言うと、ホンダの WRV やベゼルが対象になりそうですね。ただ、特徴として、そのホンダの競合車に対して、全高が高いことですね。ホンダのベゼルに乗ると、運転席のヘッドスペースがあまりないのですが、そのベゼルよりも全高が高いため、頭のスペースの余裕はありそうかも。あと、前幅に関しては、エクストレイルよりも少し小さく、ちょうど現行とエクストレイルの前幅の中間あたりの大きさですね。車両サイズ感はイメージがついてきましたが、あとは、サイズアップに伴って、小回りの利きやすさがどうなるかですね。現行のキックスの場合、街乗り走行している女性ドライバーをよく見かけますが、小回りの利きにくさから、女性層への人気は、変わっていくかもしれないです。そんな新型キックスですが、外観を細かく見ていくと、デジタル V モーションというより、単純にグリル開口で V の字をひっそり見せて、シグネチャーランプをサイドに配置していますね。日産セレナも似たようなシグネチャーとなっているものの、V モーションの際立たせ方は、キックスユニークとなっていることがわかります。この車は、AWD でガソリン車のようですが、電気自動車だと言われても頷ける外観ですね。ヘッドランプは4眼になっていて、アダプティブ LED ヘッドランプが搭載されると予想します。また、バンパーはバンパーらしく大きく前に出ていますね。ここが、この車のゴツゴツさを強調していますね。ホイールは、アルミ切削でのデザインですね。最近、日産のオートオーラやアリアで採用されている樹脂カバーホイールではないのは意外でした。新型モデルのタイヤは19インチとなっていて、現行の17インチタイヤよりもインチアップ。このため、最低地上高さも上がっていると思われます。グレードにもよりますが、エクストレイルと同じ19インチのタイヤサイズになるのか。サイドロアには、ゴルフボールのような凹凸が見られますね。よく見ると、フロントロアにも同じ模様がついていますね。そして、このシルバー化色は、エクストレイルと同じ形状をしていますが、メッキではなく、マットな見た目ですね。外装ボディには、所々に赤いボディがあり、今までにない、ボディ配色だと思います。国内で大人気のツートーンカラーを選ぶと、大抵この赤いボディがブラック塗装されているので、国内での販売の際は、もしかしたら、この赤いボディは見られないかもしれないですね。これが、リアの見た目ですが、フロントと同じようなシグネチャーがサイドについていますね。バックドアは、現行よりも大きくなっていますね。と思ったら、実際の開口はちょっと小さかったです。ただ、積み荷はしやすそうですね。車中泊が満足にできるサイズではないかもしれないですが、フルフラットになっているので、前席を動かすなど工夫をすれば、車中泊もできるかもしれないです。ただ、現行に比べて、サイズ容量アップしたのは、嬉しいですね。なんとなく、エクストレイルらしさが所々に感じられるのは気のせいかな。個人的には、廉価版エクストレイルに見えなくもないですね。内装を見てみると、ディスプレイが横長に広がっていますね。メーターもディスプレイになっていて、現行モデルよりもかっこいいです。メーターデザインもエクストレイルと同じデザインでいいですね。
ステアリングもエクストレイルや日産オーラと同じデザインで、ピアノブラック塗装の部品がステアリングスイッチ上部についています。このステアリングデザインは個人的に好みなので嬉しい。内装にも、外装同様に赤でデザインを強調させていて、赤いステッチが目立ちますね。現行キックスからの乗り換えとなると、メーターやナビ操作になれるのに、ちょっと苦戦するかもしれないですが、完全に現行モデルから新しくなったこの先進的なデバイスの機能を一つ一つ確認するのも、新車でフルモデルチェンジした車を購入する醍醐味になるかもしれませんね。こうして運転席からの視界を見ると、本当にキックスらしさはなくなって別の車ですね。良い意味でそう感じますね。この車には、スポーツモードと呼ばれる走行モードもついているようですが、エクストレイルにもスポーツモードがあるので、どんな感じか紹介すると、加速の応答性が良くなります。この加速の際に、エクストレイルのフロントがやや浮くのですが、キックスでの急加速時は、どんな車体挙動を示すのか気になりますね。ナビも最新になっていて、12.3 インチディスプレイのようですね。現行ナビに慣れていると、Bluetooth の設定すらまともにできないかも。助手席前のフィニッシャーの雰囲気やダッシュボードの形状は、エクストレイルっぽいですね。ドアのフィニッシャーも縦筋の入ったデザインで、エクストレイルと同じ褐色なので、スイッチデザインや配置もエクストレイルと同じだと思います。これは助手席に人を乗せて自慢したくなっちゃいますね。よく見たら、艶のあるライン褐色も助手席前のフィニッシャーについていますね。シフト周りは、国内では E パワーで発売されると思うので、少しデザインが変わるかもしれないですが、縦筋の入ったブラックなデザインのパネルは、エクストレイルから継承しているように見えます。最新の現行モデルのデザインは、外装パネルの塗装みたいなギラギラしたラメが強く、傷も目立ちやすかったので、このデザインは、非常に素敵だと感じましたよ。ワイヤレス充電もついていそうですね。ただ、コンソールは橋渡し構造ではないので、ここは注意ですね。エアコンの操作スイッチは、かなりかっこよくなっていて、静電スイッチ式だと思います。物理スイッチ派の人からすると、不満の声も上がるかもしれないですが、これは実際に使ってみないと良さがわからないですね。そういえば、充電コネクターですが、C タイプだけになっていますね。私は USB 端子と C タイプ端子が一体になったケーブルしか持っていないので、USB 端子がなくなると充電できないなぁ。コンソールリット、かっこいいです。あえて、このリットだけ横幅を大きくして、下側のコンソールよりもはみ出させることで、肘を置きやすくなっていますね。不格好と言われる可能性もありますが、個人的にはこのアプローチ斬新で好きになりました。中の収納サイズは、深さはありましたね。何を入れるか迷いますが、社外品でもいいので、区分けするトレイがあるといいな。グローブボックスは結構大容量ですね。シートには、BOSE製のスピーカーがヘッドレストについています。デザインは、日産オーラとちょっと異なります。シートは、合皮とファブリックのコンビシートなのかな。全面合皮のシート仕様も出てくるといいですね。現行のようにナッパレザーのシートもあるといいな。そして、この新型キックスには、サンルーフがついていますが、これも現行にない仕様ですね。前側半分だけ開くようですが、ディーラー情報では国内であまり人気がないみたいなので、サンルーフが採用されるのかは謎です。このランプは現行から変わって大きくなっていますね。こちらが現行のランプです。では、最後にネット民の声を取り上げてみます。新しいキックスの顔、割と好きだけど、もはや、V モーションではないような。そうですね、デジタル V モーションではないですね。売れ筋のはずのコンパクト SUV なのに月1000台少々しか売れてないからな。キックス。やはり価格の高さがネックか。そもそも19とどっちにするかで安い方を選んだはずなのにね。やってることがちぐはぐ。きちんと需要を分析して商品力を見直していかないと、たとえ新型になってもまた同じことになるだけだと思う。デザインも性能も良いのでしょう。でもどうしてそれほどまでに売れていないか？日本の国民が欲しい、買えるゾーンの商品になっていないからではないでしょうか。400、500万円の価格帯が大衆車だと実感できるくらいの所得増にならないと、この会社の車は、以前のように売れる存在感にはならないのかな。ガソリンのみは潔くて素晴らしいデザインも特にリアはとてもかっこいいし、個性があってグッド。あとは価格次第だけど、エクストレイルの弟分としてエントリーが250万円くらいなら日本でも受けそう。キャシカイノートオーラと日産のデザインが好きになったがノートのマイナーチェンジからとなり、このキックスでなんでこうなるのっていうデザインになっちゃった。この車格にしては素晴らしいデザイン。このしましまのグリルやめようぜ。かっこ悪い。これ好きな人いるの？本当にかっこいいからびっくりした。日産は SUV のデザインうまいな。BRICS 向けかなという印象だった現行からすると、かなり垢抜けたデザインになりましたね。
日本でも売れそうな気がしますが、もはや V モーションがデザイン上の足かせとしてしか機能してないように見えるのは気のせいでしょうか。グレーと赤のツートンって斬新すぎ。このデザインは期待できる。現行に比べてかなり綺麗でかっこよくなった気がする。日産は本当に SUV のデザインうまいですね。面の見せ方のレベルがすごく高いメーカーだと昔から思います。コンセプトカーで出てた新世代日産のデザイン言語に違和感あったのですが、このキックスを見て安心感を覚えました。内装もシンプルだけど丁寧な仕事してるなと感じます。デザインがおしゃれであり、力強さもあっていいですね。現行型のデザインも好きなんですが、やはりインテリアも含めて古さが目立っていたので、今回初めて実際のデザインを見て良いなと思いました。日本での発表、期待しています。V は残るけどからやっと別物的で、いいんじゃないやっと売れる車種が増えるんじゃないかな。ごつくてかっこいい。アリアの次に好きな内装もようやく海外車のようにおしゃれになってきた。日本メーカー頑張ってくれ。V モーショングリルが苦手なんですが、この程度の主張だと目立たなくいいですね。結果的に CX5 とかに近いクラスに上がった感じがしますね。バンパーのボディ面と艶消し黒プラスチックの使い分け方が素敵だなと思いました。これはデザイン、サイズ感も含めて良さそうだな。まだ1年以上先の話なのか、日本にもすぐ導入すればいいのに。日本仕様はこのデザインのままいいパワーか？ X トレイルのユニットのダウンサイジングが装着されれば問題なし。AUTECH 仕様とかなら420万円以上しそうやしノーマルでも380万円400万円くらいしそうやな。かっこいいけど、その分価格もアップ。サイドから見たシルエットがめちゃくちゃ綺麗。ディスプレイはホンダみたいにあえて分割するのも良いけど、フラットなら繋がっててもありノートのディスプレイの段差はかなり気になってた。現行ナビ周りのダサさは当時衝撃だった。リアバンパーのデザインが残念。これだとスムージングガーニッシュつけないと、氷がついてリアゲートが開かなくなる。悪くはないけど、ベゼルとかと似たような流行り顔って感じかな。先駆者のジュークみたいな少し奇抜なの期待してるんだけどな。私の感覚がおかしいのか、顔が自転車の前かごにしか見えない。足元もスカスカに感じてしまう。どうしちゃったの日産。やればできるじゃん。外観も良いけど内装の質感がとんでもなく高そう。いかがでしたでしょうか？価格帯にもよりますが、人気グレードで400万円を超えてきたら、X トレイルを購入するか非常に悩む車になりそうだと感じました。装備を見ても、WRV のような安さにはきっとならないはずです。皆さんは購入対象になるかぜひ知りたいので、ぜひコメントくださいね。それではまた。